今日は練習用に五寸釘で作った棒手裏剣をご紹介します。で、なぜこれをやるかと言いますと、最近私の周りでも手裏剣を始める方が多くて、安価な価格の安い練習用品はないかなというふうに聞かれることが多くなりました。で、この五寸釘っていうのはですね、いわゆる釘です。これは少し小さめの釘なんですけれども、これよりももっと長い15センチの釘があります。そちらで、練習の代用品として扱うことができるんですけれども、先にお話しさせていただきます。あくまで代用品です。以前、オリジナルの手裏剣をご紹介した時にお話をしましたけれども、こういった手裏剣の代用品っていうのは、あくまで本来のそのものの用途でないものを代用します。ですので、やはり怪我であったりとか、そういったものには十分に注意をしてほしいし、何よりも本来の使用用途に合ったものを使っていない、つまり本来の使用用途ではないものを使う、そのことは常に頭に置いて代用品を使うときは練習をするようにしてください。簡単に五寸釘手裏剣をご紹介します。上に置いたものが、これはすみません、ちょっと小さいものですが、釘、通常の釘です。五寸釘というのは5寸、つまり15センチの長さの釘のことです。別の動画でもお話をしたんですけれども、日本の規格の釘だとこの五寸釘が一番大きいものになります。長さが15センチ、太さは、だいたい 5.6 ミリだったかな。15センチ、長さ15センチ、太さ 5.6 ミリの釘です。通常釘というのはこのように頭の部分がついています。ハンマーで叩くためのものですから当然ついてます。これがついたままだとこの頭の部分がどうしても引っかかってしまってうまく打つことが難しいです。ですのでまずはその頭の部分をカットします。これは、例えば最近でしたら、100円ショップ100均で金属を切るためのノコギリが売っています。もしくは、ホームセンターなどでもっと本格的な、金属カッターなどがあればそれを使ってもいいです。頭をまず落としましたら必ずヤスリをかけてください。こう持って手からすり抜けていくので後ろがギザギザしていると手のひらに怪我をしてしまいます。ですのでカットした部分は必ずヤスリをかけて滑らかにしてください。そして先の部分ですね。これ三角形に私は削ってます。この方が刺さりは良くなります。三角形に削るとものすごく深く刺さるので、むしろ気をつけたいぐらい、気をつけてほしいぐらいよく刺さります。なぜ刺さりを良くするかというと、こちらが、いわゆる棒手裏剣ですね。15センチの棒手裏剣です。長さはね、ほとんどこうして見ると変わらないんですけれども、重さが違います。四角形の方はちゃんとした手裏剣、それに比べて、丸い方、釘はちょっと細いのが分かりますでしょうか。重さがこちらで 30g ぐらい、32、3g ぐらいかな。なんですけれども、手裏剣よりも、ごめんなさい、この手裏剣は軽量剣、軽い手裏剣に分類されるものです。
ですがこれよりもさらに軽いんですね。ですので軽い分刺さりを良くして補ってあげたい。ですので私はこの先を研いでいます。これは普通にヤスリでヤスリをかけて削ってあげるとこういった形にはなります。ただ刺さりが良くなりますので扱う際には十分に気をつけてください。このままで、十分に手裏剣の代用品として使うことができます。一番必要なのはこの後ろの部分を滑らかにすること。これは怪我をしないようにです。先を削るかどうかは好みで構いません。通常の釘の形でもちょっと見えにくいかな、十分刺さってくれます。あくまで刺さりを良くする補助のため、大事なのは後ろです。ここを必ず滑らかにしてください。そしてこのままでもいいんですけれども、私は別なオリジナル手裏剣でもご紹介をした通り、少し糸を巻いて使うのが好きです。そして房をつけるもの、これはね使う糸を変えたものです。使う糸を変えて全体の作り方も少しだけ変えてみました。こちらよりも細い糸で巻いて、そして全体をコーティングするように固めてあります。これが五寸釘手裏剣。五寸釘のメリットはこの6本4本ないし6本がセットになって材料費はおそらく100円ほどです。非常に安いですので、手軽にというか気軽に始められるものの一つです。実際に打ってみたいと思います。まずは頭を落として削っただけのシンプルなものからいきます。距離は2間ほど直ダボで打ちます。いいですね、よく刺さってくれます。続いて糸を巻いて巻物を作ったもの、こちらいきます。同じく直ダボで打ちます。最後に房をつけたもの、よく刺さりますね。このようになってます。だいたいどれも同じところに刺さってくれてますね。そして結構深く刺さってます。3種類、厳密に言えば4種類ですけれども、こちらの手裏剣はそれぞれ性格が違います。頭をカットしただけのものは、一番シンプルな手裏剣。ただし軽量剣と呼ばれているものよりも軽いです。軽いのでどうしても微妙な手の影響を受けやすいと私は思っています。ですので長い距離をこれで打とうとすると少し難しくなると感じています。それでも2件2件半3件ぐらいまででしたら問題なく刺さってくれます。それに対して巻物をつけたもの、こちらは
糸を巻いただけです。ちょっと下巻きでいたずらしてますけれども、糸を巻いて着色してあります。こちらの場合もう少し遠い距離でも打てますし、空中での姿勢が非常に安定しますので、例えばこういう打ち方でも、サイドスローのような打ち方でも刺さってくれます。房付きの手裏剣、こちらの場合は先ほどの巻物とまたちょっと違う考えで作ってあります。こちらも空中での姿勢は非常に安定しています。距離を変えても刺さってくれる。先ほどもお話ししたように少し軽いです。ですが軽いものをまるで重いもののように打つ練習というのもとてもいい練習になります。今度は距離を変えます。3剣 5.4 メートルあります。6尺棒を1、2、3本、3本目は外してあります。3剣 5.4 メートル、シンプルな手裏剣からいきます。続いて巻物をつけたものをいきます。続いて房付き、ちょっと巻物をつけた2本が思ったよりも伸びてしまって上に刺さりましたが、一応どれも3剣でしたらなんとか刺さってくれます。ですがおそらくこのシンプルなやつは3剣ぐらいが限度じゃないかなと。あとは房付きのものもやはり抵抗がありますので、もしこれ以上距離を伸ばそうとした時には、房付きの場合は少し房の量とか長さ、そういったものを調整する必要があります。何もつけていないものはおそらく私だと3剣がちょうどいい距離だと思うので、今度は4剣巻物とそれから房付き打ってみます。4剣です。4剣ですが1つ落としちゃいましたね。房付きを落としてしまって、巻物はなんとか全部刺さってくれてますね。房付きもちょっとやっぱり角度上から入ってますね。
というわけで今日は五寸釘から作った手裏剣をご紹介させていただきました。長い距離に関してはもうほとんどお遊びだと思ってください。実際私は3剣までで刺されば、一つ自分の目安としてなんですけれども、3剣で刺されば安心します。それ以上の長い距離っていうのは、実際必要ないとも言われています。ただ長い距離が届いて長い距離が刺さるのに短い距離が刺さらないっていうことはほとんどないので、つまりは安定性の目安だと思ってます。安定しやすいかどうか、なのでおそらくなんですけれども、巻物をつけたこちらであれば5剣でも届きます。ただそんな距離を打つようなことはほとんどありません。ただ安心感ありますからね。こういったものだと5剣でも届く。だから近い距離は必ず刺さると思って練習できますので、あとはこういった房をつけると、これはもう適正の距離とかが結構出てきてしまいます。調整によって強い距離弱い距離が出てきてしまうものだと思いますが、ちょっとやりたいこととしては、私の場合はこれが倒れなくなってしまうので、それをいかに倒すか、そのためにこうやって紐をつけたりして遊んでいます。結果としてそれが長い距離を届いてしまっただけで、ただし近い距離で2剣以内で打つのであれば、何もしない、頭を落としただけのものでも十分に刺さってくれます。先ほどもお話ししたんですけれども、メリットとしてはこれは6本入りで100円でした。ですのでもう材料費を考えると、紐を買ったとしても、接着剤とかテープを使ったとしても非常に安い、手軽に始められる。ただあくまで手軽に始めるためのもの、練習のものと思ってください。あとは何度も言いますけれども、こういったものを使うときは必ず気をつけてください。跳ね返ってきて自分に怪我してしまったりとか、誰か他の人を怪我させてしまったり、そういったことがないようにとにかく注意をしながら楽しんでください。今日は五寸釘から作る棒手裏剣をご紹介させていただきました。このように自分で糸を巻いたりして調整をしだすと、なぜ刺さらないのかなとか、もっと刺さるようになるにはどうすればいいかなと、そのようなことを考えるいいきっかけになると思いますので、周りの安全、それから自分自身の安全に十分に配慮して遊んでみるというのも面白いことだと思います。また私もこのような形でちょっと中にいたずらをして遊んでいます。この作り方も別な動画でご紹介する形を作れればなと思っております。他にももしやってほしいこと、それから見てみたい実験、こんなのやってほしいなんてのがありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応の方をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。本当に嬉しいです。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いいたします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。